トイボールファクトリーです。今回は HGUC144 分の1クスイガンダムをオリジナルカラーでテッカテカに塗装していきます。箱はこんな感じ。これまたでかいですね。久しぶりの最新ガンプラ制作動画です。最近全然ガンプラが買えなくて大変ですね。クスイガンダムも予約開始当日なのにネットで予約できずに諦めていたところ、何気なく量販店に行った時に予約受付をしているのを見つけて買うことができました。それでは作っていきましょう。先行のハサウェイの劇場公開がまたも延期されてしまいましたね。本来の公開日は去年の今頃だったはずですが、その時の延期は制作の遅れが原因だったと記憶しています。今回は社会情勢の影響なので致し方なし。公開日は新たに設定されず、時期を見ての公開ということで、なかなか苦しい状態が続きますね。踏ん張りどころです。無事の公開を心待ちにしつつプラモを作って楽しみます。クスイガンダムは先行のハサウェイに登場するマフティー・ナビーユ・エリンことハサウェイ・ノアが登場するモビルスーツで、ミノフスキークラフトを搭載する機体です。モビルスーツと言っていますが、モビルスーツとはあまりにかけ離れたデザインで何を組み立てているのかよくわからないです。これは一体どこのパーツ？全体的にガンダムっぽいパーツが少なく、どのパーツがどの部分なのか類推するのが難しかったですね。モビルスーツが登場してから徐々に肥大化していった恐竜的進化の終着点と言われるのが分かった気がします。指に肉抜き穴が少し。しかしパーツがめちゃくちゃ多いですね。HG とは思えない。見てくださいよ、この量ですよ。画面に収まりきってない。HG のキットはパーツが少なくて組みやすいというのはもはや幻想なんでしょうか。これじゃマスターグレードと変わらないですね。スラスターが落ちた。このスラスターがゆるゆるなので接着した方がいいかもしれません。トゲトゲしいパーツを組み上げて、これで足の完成です。でかい。足だけでオリジンガンダムと同じ大きさ。これはえげつない。腰を組み立てていきます。 HG では珍しくスカートアーマーの裏打ちパーツがついています。ファンネルミサイルのディティールもちょこちょこ見えますね。どっちが前か後ろかわからない。こっち？こっち？続いてミノフスキークラフト。ペーネロペーに比べると小型化されているようで、肩にかかる部分がミノフスキークラフトのようです。ミノフスキークラフトが発展して V ガンダムの光の翼へとつながるのかと思うと、なかなか感慨深いですね。なんかちょっと違和感。正面側のパーツの角度が浅いような。スタビライザーや武器などを作っていきます。スタビライザーでかい。スタビライザー、ビームサーベル、ビームライフルにそれぞれアーセメが出ますが、さほど目立たないかと思います。アーセメは筋彫りだと思えば気にならないですね。めっちゃパーツ小さい。頭部を組み立てます。極悪な顔です。各部位が出来上がったので合体させていきます。このキットはポリキャップレスかつ ABS も不使用なので塗装するときに気を使わなくて良さそうです。これで組み上がり。なんか違和感。ズームアウト。なんか変な感じがします。なんだろう。はい、これで完成。肩パーツの左右と腰の前後を間違えて組んでいました。ごちゃごちゃしてよくわかんないですね。そして再びオリジンガンダムとの比較。でっかい。設定では26メートルということで納得の大きさですね。首は二重関節になっていて、デザインの割にはよく動く方だと思います。
これは可動牌？全体的に可動箇所は多いですが、動かすたびにどこかにぶつかってしまいます。ちゃんと避けさせてあげれば動くので可動範囲が広いと言えると思いますが、動かすのになかなか忙しい感じですね。かなりごちゃごちゃしているのにもかかわらず射撃姿勢が取れます。肘の下のひねりがあることで邪魔なビームライフルの突起も不満点に上げる必要がありません。手首も二重関節、動きそうにもない足も各部を避けることで広い可動範囲を実現しています。正座もできるよ。足首に羽がついているので可動範囲は狭い。スタビライザーは思っていたより動きます。それではバラして表面処理を行っていきます。完全にラスボス。アンテナのシャープ化を行います。ニッパーで余分な部分をカット。さらにヤスリで形を整えます。ニッパーでカットするときは切りすぎないようにしてヤスリで求める形にしていきます。これでシャープになりました。今回大型モデルということで引けが目立つ箇所が結構ありました。面出しスクレーパーを使ってカンナ掛けを行って平面を出しておきました。これで綺麗になったと思います。続いてシャインブレード6でゲート処理を行います。その後マジックヤスリで鳴らしていきます。600番から番手を上げて1500番までヤスリをかける方向を変えることでヤスリ傷が消えやすくなります。これでツルツルになりました。ここは何と呼べばいいのか、もみあげ。ここもちょっとシャープさが足りないのでアンテナと同様にニッパーで余分なところをカット。ぐるぐるバーで整えます。顔は目立つところなのでシャープ化の効果が分かりやすいと思います。これでシャープ感が出たかな。パカリ。瞬間カラーパテで肉抜き穴を埋めます。人差し指から小指までにも肉抜き穴がありましたが、こちらは可動のためのディティールにも見えたので親指の肉抜き穴だけを埋めました。瞬着硬化スプレーを吹きつけて瞬間接着剤が硬化したのを確認してヤスリをかけていきます。これで肉抜き穴の処理は終了です。それでは下地塗装。今回は全てのパーツの下地を EX ブラックで塗装しました。それだけでは済まない部分が後から出てきます。サフレス塗装は難しいですね。黒下地の上にスターブライトシルバーを塗装します。今回は手と顔のパーツをスターブライトシルバーにしました。ふわっと低圧で吹きつけていい感じ。カメラアイにクリアレッドを塗装してキャンディー塗装にします。連邦政府にとっては悪夢のような存在のクスイガンダム。カメラアイを赤く塗ることで悪魔っぽくしてみました。ちょっと暗いな。キャンディーレッドではちょっと暗かったので蛍光ピンクを塗装して明るくします。蛍光カラーは可視光以外の光を可視光に変換して反射するので明るく見えるんですね。関節部にアクセントカラーとしてパールカッパーを塗装します。それ以外のフレームパーツはメタルカラーアイアンで塗装しておきました。ミスタークリスタルカラーのルビーレッドを塗装します。パーツ小さいな。顎のパーツです。こんなのなくさずに済むんでしょうか。ちょっと発色が良くなかったのでクリアレッドを上から塗装して色を濃くします。小さいパーツは予備をつけてほしいですね。なくした時のダメージが大きすぎます。スターブライトゴールドを塗装します。ミノフスキークラフトのパーツを金色にしてアクセントにします。この後マスキングをして塗り分けを行います。ちゃんとできるかなということでミノフスキークラフトのマスキングを行います。マスキングテープを縦に半分に切ってさらに細かく短冊状に切ります。この短冊状に切ったマスキングテープを細かく貼り合わせてマスキングを行っていきます。マスキングテープを対象に合わせて正確に切り出すのは難しいので
マスキングテープを小さく切ることで柔軟に対応ができるので、複雑な部分もマスキングしやすくおすすめの方法です。爪楊枝でマスキングテープを圧着して隙間を防いでマスキングの終了です。これでうまくいくといいんですが、マスキングをしたパーツに再び EX ブラックを塗装します。こってり塗ってしまうとマスキングテープに溶剤が浸透して塗膜を侵してしまうことがあるので、あっさりと塗装します。 EX ブラックの上からメタルカラーアイアンを塗装します。今回はフレームカラーはメタルカラーアイアンをメインにしました。お気に入りの塗料です。マスキングを剥がしていきます。果たしてうまくいっているでしょうか。塗装してから数分くらいでマスキングを剥がし始めます。マスキングテープを長時間貼ったままにしておくと塗膜を傷めてしまうことがあるからです。うまくいきましたね。バッチリ。プリズムブルーブラックで外装を塗装していきます。そういえば限定品だったプリズムブルーブラックが一般販売されるようで、通販での予約が始まっていました。僕も一つポチっておきました。ミステリアスな色ですね。そしてパールシルバー、こちらも外装です。今回は外装を EX ブラック、プリズムブルーブラック、パールシルバーを使った黒3段活用のオリジナルカラーにしてみました。かっこよくなるといいんですが、まずはプリズムブルーブラックの外装からクリアコート。プリズムブルーブラックはツヤを出すためにクリアコート必須です。続いて EX ブラックの外装、こちらもたっぷり塗って光沢を出しておきます。塗膜にホコリが入っていたので3000番のスポンジやすりでホコリを除去。再びクリアコートを行います。今回の塗装はホコリがたくさん入って難儀しました。塗装ブースが詰まり気味だったのかもしれません。大量に塗装してますからね。そろそろ掃除しておこう。クリアコートが終わったパーツです。ちょっといまいち。うまくいったパーツもありましたが、平面が多いパーツはどれも仕上がりがいまいちでした。仕方がないので3000番のスポンジやすりで表面を慣らしていきます。水を含ませたスポンジやすりでスリスリ。僕はここで3000番のやすりをかけたことで終わりなき塗装時刻が始まったことにまだ気づいていなかったのです。中研ぎを終えたパーツに再び EX ブラックを塗装します。僕は違和感にとらわれていました。3000番のヤスリをかけた後の塗装でピカピカの光沢が得られるはずなのに、いつもと何かが違う。クリアコートをすればきっと求める光沢が得られるはず。まだ僕はそう信じていたのです。 EX ブラックを2層、クリアコートだって2層も重ねたんですから。傷が消えない。一体どうして？そう問いかけてもパーツの塊が僕に答えを教えてくれません。そうだ、きっと深い傷が火消処理でついてしまったんだ。もっともっと低い番手からヤスリをかけなきゃ。僕は焦るように1500番のマジックヤスリで塗膜を剥がしていきました。今度こそ EX ブラックで傷が消えるはず。今までだってそうだった。他のパーツだってうまくいってるじゃないか。僕は間違ってない。絶対に成功するんだ。きっとうまくいく。サーフェイスアイバーブラック、バカな、封印したはず。なんだこの傷は。この傷を消せというのか。たとえエッジがだるくなったとしてもこの傷を消さなくちゃいけないのか。これは一体お前どうしたんだ。そんなボロボロの塗膜でサーフェイスアイバーブラックを使ったじゃないか。分かった、もういい。お前なんか消してやる。このペイントリムーバーで塗膜ごと消してやる。全部やり直す、一から。そうすればきっと理想のテカテカが手に入る。そうに違いない。この鼻を突き刺す匂いとともに消えてなくなるんだ。ということで、なぜか傷が消えなくなってしまったのでペイントリムーバーで塗膜を剥がして最初からやり直すことにしました。パーツが傷んだりするので最後の手段ですね。密閉袋に入れてペイントリムーバーの節約と汚れ防止、
歯ブラシで洗ってさらに中性洗剤で洗浄して処理終了です。はい、これで元通り。また一からやり直しですよ。とりあえず EX ブラックを塗装して傷の確認を行います。全体的に薄く塗装します。反射のところどころが波打っているように見えます。表面処理からやり直す必要がありそうです。EX ブラックを塗装して乾燥したパーツです。引けや波打ちが気になります。今回求める光沢と違う感じがします。仕方がないので下地を400番から表面処理し直すことにしました。また大変だこりゃ。この後の工程はデジャビュ映像が続くので、いただいたコメントへリアクションしていきましょう。ヤスリがけにどれくらい時間をかけていますか？ RG だとどれくらい？タイムリーなご質問ありがとうございます。エクシアや初号機の時は丸1日ずっとヤスリがけしていた気がします。ちなみに今回は塗装前に2日間、塗装後の追加のヤスリ作業は思い出したくもないです。フィニッシュプレートで磨いて光沢が出ているのを確認。ここまでやれば大丈夫なはず。本当かな？何度目だ EX ブラック。薄く塗装して細かい傷を確認します。今回はとにかく粗が気になりました。いつもなら3000番のヤスリをかけて EX ブラックを塗装すれば問題なかったのに、3000番のヤスリ傷が気になって仕方がなかったです。目が良くなったのかな？サーフェイサーエボブラックを使います。細かい傷がびっしり。ただ引けなどは処理できているようです。この細かい傷をサーフェイサーで消してしまいます。質問でなぜ手袋をしているのですかというのもありました。塗装の際は手を汚さないため、カメラの操作など他のことをするときに手袋を外すだけで綺麗な手で操作できるので、すぐに切り替えができます。もう見飽きた EX ブラック、ツヤを出していきます。もう一つ質問がありました。どれくらい時間を空けてますか？塗装の感覚のことですかね。重ね塗りするときは食器乾燥機に入れてだいたい 2,3 時間ぐらい。ただヤスリがけなど直接塗膜に触れるときは一晩から1日空けています。ただ究極の光沢を目指したいというときにはこれでは短すぎです。カーモデルなどでは1週間以上空けたりもするようですね。ということで EX ブラックでツヤを出したパーツ、ツヤ消しですね。これはサーフェイサーのなし地が出ているだけだと思われるので、これくらいならコンパウンドでだいたい消えると思います。スーパーカット、コンパウンド、ポリッシュで鳴らしましょう。クリーニングクロスにコンパウンドをつけて丁寧に磨いていきます。力を入れすぎないように丁寧に。だいぶ光沢が出てきたんじゃないでしょうか。指が映り込んでいますね。気になるところがないわけじゃないですが、まあこれくらいで勘弁してやる。 EX クリアでさらなる光沢を。さっきのコンパウンドで光沢出たじゃんと思うところなんですが、どういう理屈なのかわからないんですが、 EX ブラック単体での光沢より EX クリアをかけるとさらに光沢が際立つんですよね。フレネル解説、なんか理屈があったと思うんですが、まあいいか。再びのデジャビュ。少し光沢が鈍くなっていますが想定内。さらにコンパウンドで磨きをかけていきます。何回やるんだ。最後のコンパウンドでの研ぎ出しはタミヤのコンパウンド用クロスを使用しました。3色のクロスが入っているので、ポリッシュ用、フィニッシュ用、拭き取り用と分けて使えますね。いい感じの光沢になっているのかな。よしとしましょう。そしてフィニッシュコンパウンド。コンパウンドでの研ぎ出しを2周もやるなんて大変だと思われますかね。実はペイントリムーバーで塗膜を剥がす前にもう2周くらい研ぎ出しをやっていたんですよ。そんな難局を乗り越えてたどり着いたこの光沢。コンパウンドの容器が映り込んでいますね。今回はこれくらいの光沢が出れば十分かな。とりあえず9大点の光沢が出たので部分塗装を行っていきます。もうすでに熊取りにアバンドンブラックを塗装済み。マジックリンで余分な塗装を剥がしていきます。綺麗に剥がれました。パーツちっちゃいな。そしてこちらは顎。
なくす前に組み立ててしまいましょう。耳のダクト部分をリトリビューターアーマーで塗装。パーツがたくさんあって邪魔なので部位ごとに組み立てておきます。これは凶悪な顔に仕上がりました。もう一癖欲しいなと思ったのでパネルラインに金色の墨入れを行いました。バウンドドッグでも行った手法ですね。かなりまがまがしいというか神秘的な感じもします。デカールを貼っていきます。今回もニス部分を剥がせる明日のデカールを使います。切り取って水を含ませたスポンジの上に置いて準備万端。軟化剤入りのデカールのりで貼り付けていきます。デカールを貼り付けたい部分にデカールのりをつけてデカールをスライドさせて配置。綿棒で水分を押し出して完了です。動画ではカットしていますが、今回貼り付けたデカールの数は80枚弱くらい。たっぷり貼りましたが、バージョン KA に比べたら可愛いもんですね。80枚弱貼り付けたデカールのニス部分を剥がしていきます。デカールを貼り付けた後、30時間以上乾燥させました。デカールの端をピンセットで少しずつ立ち上げて、塗膜に傷をつけないように気をつけて、かかりができたら掴んで剥がす。気持ちいいですね。今回は1枚も失敗することなくニスを剥がせました。やはり乾燥時間を長く取ることが大事みたいですね。気持ちいい。長旅も終わりが見えてきました。すべてのパーツが完成したので並べていきます。部位ごとに組み立てていたにもかかわらず画面からはみ出してしまいましたね。ここまでの撮影時間が25時間を超えていました。撮影していない時間も多いので作業時間だけでも40時間近くかかっていたかもしれません。ユニコーンに次ぐ長い作業時間かも。関係ないですが、組み立ての時に手袋をしているのは完成したパーツに指紋をつけないためです。拭いて取ればいいんじゃないのと思うかもしれませんが、汚れを取ろうとクロスで拭くと傷をつけてしまうこともあるので、できるだけ避けたいですね。ということで完成。なんだこりゃ、得体の知れないものを生み出してしまったような感覚です。マフティーは地球に救う連邦政府高官を暗殺する組織です。その連邦政府高官からクスイガンダムを見たらきっと恐ろしく悪魔的に見えるだろうと思ってこの配色を選択していたんですが、ここまで高圧的な感じになるとは思っていませんでした。めっちゃ怖い。そもそもクスイガンダムはガンダム的なデザインではなく悪役にも見えるデザインだったので、それを生かしたオリジナル塗装だったんですが、似合いすぎというかめちゃくちゃ怖いです。粛清されそう。ということで HGUC144 分の1クスイガンダムをオリジナルカラーでテッカテカに塗装しました。久々に作るガンプラ新製品ということで気合を入れて作り始めたところ、難題にぶつかりまくってしまいましたが、なんとか完成することができました。いつもと同じ手法でも光沢が出ず、光沢塗装のことがますますわからなくなってしまいました。特に黒塗装でガンダムなど平面の多いパーツの塗装はなかなかうまくいきにくいですね。そんな苦労を重ねたオリジナルカラー塗装でしたが、その悪魔的なデザインと相まって凶悪な見た目になりました。救世主か、それとも悪魔か、早くスクリーンで戦うクスイガンダムの姿を目にしたいですね。ということで HGUC144 分の1クスイガンダムオリジナルカラーでのテッカテカ塗装でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。ナイチンゲールは予約できませんでした。残念。